ちは。こんにちは。ポッコです。ポッコです。すいません、オープニングからなんか謎なんですけど、いつも私が勝手にこんにちはポッコですみたいな挨拶を勝手にしてて、でも正確にはこの人がポッコなんですね。はい。今日ははい。急だね。はい。視聴者の皆さんから恋愛相談を募集したので、それに答えていきたいと思います。はい。で、その恋愛相談を事前に他の視聴者の皆さんからもその相談に対する回答をいただいてるので、それも合わせてご紹介させていただきます。いただきます。スタート。では一つ目の一つ目。ご相談から、まずは韓国の人からの韓国からありがとうございます。ちょっと読めないので読み上げます。勉強不足。 선배인 여자친구가 있습니다. 항상 열과 넘치고 저를 이끌어주는데 가끔은 제가 멋진 모습을 보여주고 싶습니다. 연애를 오래 했어도 여자친구를 설레게 하려면 어떻게 해야 할까요? 意味は年上の彼女がいます。いつも余裕があって私を引っ張ってくれるのですが、たまには私もかっこいい姿を見せたいです。長く付き合っていても彼女をドキドキさせるにはどうしたらいいでしょうか。かわいい質問。めっちゃかわいい質問。これはりーちゃんに答えてほしいですね。逆にさくちゃんがどうしてほしいかじゃない？ああ、逆に？さくちゃんならどうしてほしい？そうだな。ドキドキしてるけどね。本当？全然感じないけど。嘘だ。本当だよ。本当に？本当だ。じゃあ最近いつドキドキした？最近なんかさっき可愛かった。私がポケーっと座ってた時。ポケーってさせて可愛かった。ありがとう。ポケーっと座ったらいいらしいです。甘えさせてくれる余裕っていうか、そうそう。なんか疲れてる時とかにスッて年下の可愛い彼女がなんかたまには甘えさせてくれたり、リードしてくれたりっていうのはすごいドキドキするポイントだと思います。だそうです。私も頑張ります。はい。じゃあここで視聴者の皆様からいただいたご意見。少し緊張しながらでも今日はかっこいいって思ってほしくて頑張ったって言われたら年上側としてはときめきます。確かに。今日ね、かっこいいって思ってほしくて頑張ってみたの。かっこよくはないけど可愛いです。かっこよくはないし、あかんやん。他はね、長く付き合ってる場合だったら初デートに近い場所に行って、次はその年下の彼女さんの方がリードするのも素敵だと思います。めっちゃいい。確かに。昔と付き合った時と今で成長したねみたいな感じで微笑ましい。微笑ましいじゃん、あかん。めっちゃ可愛い。確かに改めて恋人っていう意識はするかもね。確かに初心に帰るっていいかもね。それはいいかも。免許持ってる場合だったらその年下の彼女さんの運転でドライブに行くのはどうでしょうかと。疲れていたら寝てていいよと言ってあげる。あ、ごめんなさいできた。確かになんかかっこいい感じするよね。似てな。逆左ハンドルなの。あ、そう。怖っ。寝てなって。寝てられないわ。手紙とかもいいっていうご意見があります。確かにめっちゃいいかも。確かに。この方は字がすごい達筆で、彼女さんのそれはいいね。ドキドキしたって感じなので、ちょっと可愛い字だったらただただ可愛い
かもしれないけどいいと思います、はい、韓国の方からも意見もらってて둘이 편하게 이야기를 나눌 때 미래나 인생에 대한 자기 생각을 진지하게 이야기해보는 것도 좋을 것 같아요. 평소의 귀여운 모습과는 다르게 별표 이렇게 여러 가지를 깊이 생각하고 있었구나. 별표라고 느끼면 연상인 여자친구도 새삼 든든하고 믿음직스럽게 느낄 것 같아요. ぴょろぴょぴょろぴょ。 2人でゆっくり話せる時に将来とか人生について自分の考えを真剣に話してみるのもいいと思いますと。確かに普段可愛いっていう感じだからそれでも実はこんなにいろんなことを深く考えてたねと思ってもらったらやっぱり年上の方も頼もしいな信頼できるなと思ってドキッとすると思います。確かにそうです。これめっちゃいいんじゃない？そう私がさりーちゃんのこと好きなポイントもさ自分の考えちゃんと持ってていっぱいね深く考えてるもんね。確かそれはいいよにね。付き合った時にたくちゃんとなんで好きになってくれたのって聞いたら年下でこのバカっぽい感じなのになんか思ったよりちゃんと考えててギャップにときめいたって言ってたね。そうなの。すごくいいと思います。いいと思います。私からの回答をちょっと韓国語で考えてきたので読みます。はい。勉強中って言っていいのかわからないレベルの韓す国ごいじゃん。 저는 특별한 이벤트보다 적은 배려가 더 서로랜다고 생각해요. 원래 사귀어도 내가 너를 생각하고 있었어 라는 마음이 느껴지면 다시 두근거리거든요. 이미 여자친구를 이렇게 생각하는 것만으로도 충분히 멋진 사람인 것 같아요. 뭐音読でごめんなさい。いいと思います。あれです。そんなことを考えて彼女さんのことをそんな風に思ってるあなたはとても素敵ですよ。すでにとても素敵なので、きっともういっぱい愛されてると思いますよっていう意味です。はい。ありがとう。一応私のポリシーは質問いただいた言語で回答したい。ちょっとできてなかったけどあんまり。じゃあ次。彼女が友達と飲みに行ったり泊まりに行ったりするとき楽しんできてねといつも送り出します。嫉妬しないというよりは彼女が好きな人と好きな場所で楽しく過ごしてくれるのが私が嬉しいです。でも彼女は少しも嫌じゃないのどうでもいいのと拗ねちゃうことがあります。ちゃんと好きで大事に思っているということをどう伝えたらいいでしょうか。でしょうか。なるほどね。難しいね。確かにやっぱりでも楽しんできてほしいっていうの思いはあると思うし、そうだね。私たちはさ、すっごいさらっとしてるよね。してるかな。あ、来週遊び行ってくるから。あ、そう。何時帰り？オッケー。みたいな感じだよね。でも寂しいって言ってるよ。暴れちゃう。その場では最初いいじゃん、行ってらっしゃいっていうの。その時は本当にいいじゃんって思ってるの。例えば来週誰々と遊び行くから夜いないよって言ったら、久しぶりの誰々ちゃんよかったね、いいじゃん、楽しんどいてって思うんだけど、いざなんかさくちゃんが身支度してじゃあ行ってくるねとか言うと、なんでなんでそんな可愛い顔で出かけちゃうのってなる。可愛いじゃん。これもいろんな意見をもらってまして、はい、例えば私なら楽しんできてね、次のお休みは私が独り占めしてもいいっていうかも。あ、可愛い、めっちゃいい。やっぱりこの楽しんできてねの後に帰ったらお話聞かせてねみたいな興味を示すと安心するっていうその彼女側の意見。なるほど。やっぱりそ
それ自体に興味関心を示してるっていう態度と、確かに私も前友達と旅行行って土日いなかったじゃん、その時にさくちゃんが「あ、そう楽しんどいで」だけだったらちょっと「あ、そうですか、私がいなくても寂しくないですか一人でご満喫ですか?」って感じになるかもしれない、そうだから次は私の番っていうのを伝えたり、私めっちゃさくちゃんに写真送るんだけどさ、うんなんなら自撮りして寝起きなうみたいな写真とか送るんだけどさ、それにマジで秒で既読がついて、でさくちゃんが自分の写真を送り返してくれたりとかすると、あ、出かけて私がいない時も忘れないでいてくれてるんだみたいな気持ちになるから行く前にその帰ったらお話聞かせてねって言って彼女から LINE が来たら爆速で返すっていうのも私は嬉しいね。そうだね。他はその行く前に、私の前にいるまるまるちゃんも大好きだけど、友達といる時の話も聞きたい、好きだからその私の知らないまるまるちゃんのことももっと知りたいと伝えて、帰ってきたらいっぱい話聞かせてねって約束して送ります。ちょっとそれ言ってみてくれない？今？あ、違う、私が今度行くとき。ああ、なんかメロいかも。じゃあこれちょっと使わせてもらいますあとはね、出かける前の時に服とかその時のメイク見て可愛すぎるからみんなに見せるの欲しいなってちょっと言うだけでもちゃんとその気持ちが伝わる。確かに私めっちゃ言ってるかも、そんな可愛い顔でどこに行くの？そういうのあとはね、出かけてる間にこれちょっとさっきりーちゃんが言ってたのに近いけど、楽しめてる、帰ったら牛しようねみたいな、軽く送る、それもなんか気にかけてる感じがしていいよね。確かになんか例えば「さくちゃん今何してるの？私は一人でカフェに来たよ、早く会いたいな」みたいな自分の近況を送るとかもいいんじゃないかな、ね。でこれまでのご意見はまとまったような意見ももらいましてやっぱり彼女に対して 100% 素直になりつつ、彼女が求めてる安心感を与えることが大事と。例えば口では認めなくても大切にされてるって感じるためにちょっと独占欲の見える言葉が嬉しいかも、やっぱ好きなんじゃないみんな、なのでちょっとした嫉妬と彼女への信頼のバランスよく伝えること。なるほど。さくちゃん飲みに行くなんて可愛い。さくちゃん他の人に見られちゃうの嫌だな、でも信用してるし楽しんできてほしいから行ってきてねみたいなことだよね。そう、まさにそれです。なるほど。はい、この見本で出してもらってる言葉これですそう、やっぱり安心とね、嫉妬してるけど安心はしてるよっていうそのバランスが大事みたいです。なんかもうちょっと後の方の質問でさ、彼女のこと信用してるけど嫉妬しちゃいますみたいな、おかしいんでしょうかみたいな質問も多分あったと思うんだけど、結構それにも通ずるよね。そうだね。I trust my girlfriend, but I get jealous when she spends a lot of time with someone else. Is that normal? What should I do? かわいいやめたねバカにしてるしてないよでもこれわかるね、彼女のことは信頼してるけど役は役なのね、役っていうか、寂しいと羨ましいかも、なんか寂しかった瞬間発表イエーイイエーイ。去年なんか秋ぐらいにさくちゃんが友達と2泊3日で上海に行ってて、
なんか海外で絆深めてるんだって思って友達とでなんかすごい前から計画とか立てて、なんかカニ食べようとか言っててでなんかみんなでお揃いの服着てディズニー行こうとしてて上海の。なんか私といつか上海ディズニーとか行こうねって言ってたのに、なんか先に行っちゃって、なんかズートピアのエリアも先に見ててちょっとなんか寂しいなとは思ったんだけど、送られてきた写真めっちゃ可愛くてあ、私の見ない角度のさくちゃんだなっていうので結構満足した。あ、よかったね他の人はね、嫉妬した時はでも私の方が彼女の可愛いところも弱いところも知ってるしと思ってしまいます、まあでもこう思うとなんか安心するよね。それはね、自分だけが知ってる彼女の可愛いところとかもね、思い出してこう特別感を感じるっていうのもいいね。いいと思う。あとは、他の人との予定を減らさせるよりも、次の土曜日は2人の日にしようとか、今月1回は丸1日デートしたいと自分たちの時間を増やすみたいな前向きな方法がいいんじゃないかということです。まあなんかさ、縛る方向に行くとさ、絶対さ幸せにならないじゃん2人とも、だから縛るよりもなんか誰々と遊びに行くのもいいけど私とも行ってほしいなの方が可愛いし、健全な関係性ではあるよね。てかあれだよね、やっぱさ難しいけどさ、友達も含めていろんな人と関わってるからこそ彼女が魅力的な、からその家だけにいてってしちゃったらその今のいい部分もなくなっちゃうかもしれないって思うとね、でも寂しいよね、海外で絆を深めないでほしいし韓国の方からもご意見が来ています。ちょっと読み上げますね。はい。질투하는 건 아주 자연스러운 감정이라고 생각해요. 하지만 다른 사람이랑 놀지 마 라고 말하기보다는 나랑도 조금 더 같이 있어줘 라고 솔직하게 말해보세요. 그게 더 예쁘고 건강한 사랑이라고 생각해요. 縛るんじゃなくて、自分ともちょっと一緒にいる時間を増やすっていうのがいいんじゃないかと。ちょっとそういうのは自然なことだからね。まあ英語で質問いただいたので頑張って伝えない英語で回答しようと思います。My answer is don't worry at all. You are just so cute and I think it's completely normal. Some people often say that jealousy itself means lack of trust, but I don't always agree with that. Cause like if you trust your partner 100% but you're still afraid of losing someone you love at the same time, and I think that's a very human feeling and I kinda love it. Of course, I know every relationship is different and unique, but the thing is find a balance that make both of you feel safe and loved. Don't be too hard on yourself for feeling jealous sometimes. So just be yourself. Don't worry. Don't worry. Thank you so much. Thank you so much. じゃあ次。一つ上の先輩に恋しているのですが、一切関わりがなく、先輩は今年で卒業してしまうので、このまま何もなく終わってしまうのかなと思ってます。さりげなくアピールできる方法とかありますか？かわいい。確かに。かわいい。かわいい。これもいろんな意見が来ているんですけれども、はい。まずは学生さんということで、はい、例えば文化祭があるならその先輩のクラスの出し物を見に行くとか、で何度もただ見に行くんじゃなくて一回楽しんだ後に楽しかったのでまた来ましたって伝えたり、まあ、具体的に褒めたりするとさりげなく印象に残ると思います。ああ、可愛いかもね。確かに可愛い。文化祭はいいチャンスだよね。今日
った時に軽く笑ったり会釈するだけでも何度か続けば印象に残ると思います。頑張ってください。確かになんか笑ってくれたりするとあんま接点なくても、あ、なんかあの子にっこりしてくれる子だって、なんか覚えるよね、先輩だけど。うんうん、あとはね、やっぱりさりげないアプローチから徐々にうんうん始めていくっていうのが一つご意見で、うんうんうん、まあ、例えば相手の人が身につけてるものを、まあ、どこで買ったんですかっていう感じではい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 聞いてみたり、うんで相手の好きなものをリサーチして自分も興味を持ったふりしたり、例えば先輩サッカー好きなんですよね、はい昨日見ましたはい何このキャラそういうキャラまあ確かにきっかけ、会話のきっかけを探してみるのいいよね。さくらさんってミンニ好きなんですか？あ、うん。私ミンニ大好きで、家にうちぼとかいっぱいあります。めっちゃ好きじゃん。今度ライブ一緒に行きませんか？おーい急だなちょっとこれは急ですが、急でしたか？でも会話のきっかけを探して、まあ、そこさえクリアできれば、まあ、連絡先交換して徐々に距離詰めてコンタクトを増やしていくと。はいはい、はい、確かにね、やっぱ共通点から入るのがいいうん、ね。そうそう。このご意見くれた方は、好きな女の子にいた時に、その連絡先の自分のプロフィールが TWICE のサナの写真だったみたいで、まあ、それにその好きな子が気づいてくれて会話が盛り上がったと。やっぱりそういう小さなきっかけ大事だね。ね、なんか先輩と共通するような、なんかマイナーな趣味だったりするとさ、より盛り上がるくない？何々知ってんのみたいな、そのバンド知ってんの？そうそうそう。だから先輩の友達、やっぱ周りから攻めろ作戦で、先輩の友達と仲良くなって、正直に好きなんです、もしくは仲良くなりたいんですとか、憧れてるんですって言って、あの子そういえば何々が好きだよみたいな情報をリサーチした上で、先輩には黙っといてもらって偶然を装って「私もミンニ好きなんです」でいくか。それいいと思います。頑張ってください。頑張ってください。まあやっぱ私は好きバレ論者なので、恋愛的かどうかは別として、まず自分がめちゃくちゃ好意を持って懐いてるっていうことを相手に分かるバレバレの態度で示して、恋愛的かどうかは別として、なんか可愛いなーの状態に持っていけたら早いと思う。なるほど。懐くだそうです。やっぱ懐いていいの、子犬でもいいの、可愛がってもらえれば。子犬だもんね。違いますどんなねコロッケに似てるらしいですけど、私最近視聴者さんから私があまりにもゴールデンレトリバーのコロッケちゃんに似すぎているっていうめちゃくちゃ面白いコメントをもらって、そんな犬に似てたんだね。気になる方は見てみてください。めっちゃ面白いなので犬みたいな可愛がられ方でもいいので、まずは懐に入るところから、やっぱ先輩の友達は味方につけて周りから固めましょう。次年下の女の子と付き合っています。年上だからしっかりしていたい気持ちがあって、甘えた時に思ってたのと違うと思われたらどうしようと怖くなります。年上の恋人が弱いところを見せるのは重く感じますか？いいえ、全く。美味しいです。それが一番むしろそれが一番いいまである。それを見たくて付き合ってるまである。やっぱりこれも、年上の彼女がいる、彼女さん方からご意見をいただいてます。年下彼女たちからの、重いわけがないです。間違いないです普段しっかりしている年上の彼女が自分の前だけ甘えてくれるなんて最高のご褒美です。可愛い、たまらん。すぐに抱きしめて好きなだけ甘えてもらいます。おじいちゃん？私かもしれないでも私なら可愛すぎるのでその場で丸飲みしますって飲まないでやっぱりね、他の方もやっぱり
完璧な年上でいてもらうことよりも辛い時に頼ってもらえるのが嬉しいです。彼女がずっと無理していたと後から知る方が寂しいです、ということです、でその方法として最初は少しお酒の力を借りるのもありだと思います。頃合いの時に少し肩に寄りかかってみて、受け止めてもらえたら少しずつシラフでも甘えやすくなりそうです。酔ってないけど甘えた。それはなんか年下っぽいあかも。もうちょっと年やっぱり重くないと思います。2つ上の彼女がいます。彼女はよく甘えたり弱音を吐いたりしてくれるのですが、頼ってもらえるのが個人的には嬉しいです。やっぱ嬉しいんだね。嬉しいよ。でその年上の彼女さんもお姉さんでいたいみたいなことを言ってくれるのですが、十分お姉さんである面も感じています。もしかすると育ってきた環境とか性格によっても違うかもしれないので、私の場合は大切で大好きな人に頼りにされるのが必要とされているのを感じて嬉しいです、ということです。なので、重くない、とりあえず重くない。絶対重くないよ。愛する人の前でね、弱さを見せることは間違ってない。私の前で甘えられなかったら誰に甘えるの？そうなの。信頼して安心してる証拠ですと。間違いないですよ。ちょっと深いんですけれども、そもそも恋愛とは2人で支え合うものです。間違いないですね。やっぱり辛い時に甘えたり慰めを求めたりすることも大事なので、大事な側面ですよね、恋愛の。そう、信頼があってこそ成り立つので、やっぱり自分の弱さを素直に見せることで相手も同じように心を開いてくれると、より間違いないですね。やっぱ我慢せずにお互い素直に甘えるのがいいよね。間違いないですね。イングリッシュ回答もあります。ありがとう。ありがとう。 Not at all. I think it's really sweet and wonderful that you are thinking so much about how she feels. ということですね。That's true. どういう風にさ、思われるか、彼女がどう感じるかみたいなところまで考えてるってやっぱ優しいし素敵だよねって。気にせず甘えていきましょう。そうだよね。さくちゃんもでも付き合う前同じこと言ってたよね。最初はね、やっぱりなんか甘えてこられるの嫌かなって。そうめっちゃ言ってたよね。なんかそもそも人に甘えるの苦手だと思うけどさ、この子は。その上なんかでも年上だし私なんか嫌じゃないのそういうのみたいな時代あったよね。でも甘えさせてくれてるので、意外と実はいい女なので、かっこよかったでしょ。さくちゃんが甘えられないのはさくちゃんが悪いんじゃなくて、甘やかす側の技量が足りないんだっていう謎理論で、私の技量が足りないと甘えられる、安心して甘えられる人になろうと、頑張ってくれました。次は台湾フレンズから。台湾フレンズありがとう。台湾の大家，谢谢你。我喜欢我最好的朋友很久了，他对我来说真的很重要，我不想失去他，也不想破坏现在这段珍贵的关系。含泪的笑脸，但我又很想告诉他我的心意。我应该告白吗？これは長い間親友のことが好きです。彼女は私にとって大切な存在で失いたくないし、この関係を壊したくありません。でも自分の気持ちを伝えたい気持ちもあります。告白するべきでしょうか。なかなか難しい問題ですね。難しいですね、これは。これもご意見をもらってるんですけども、ポッコ掲示板で。告白するか迷った時は、告白して気まずくなる後悔と、何も言わないまま相手に恋人ができる後悔のどちらが自分にとって大きいかを考えてみるのはどうでしょうか。確かに
ちにも怖さはありますが、より引きずりそうな方を想像すると自分本当はどうしてるのかが見えてくる気がします。あ、もう完璧な回答ですね、私と全く同じですね。そうだよね、私もそうだわ。あとはね、その相手の方が女の子との恋愛をどう思うか確認して、その反応次第で告白するかなと。そもそも望みがあるのかどうかをやっぱり告白する前に知っておきたいし、ないなら、そのリスクを背負うよりも友達でたいという意見があります。現実的な判断だね。そうだよね、同じですね、私も。そうだね。あとはね、英語でも来てるよ。How are you? I will tell her. Of course, it's scary. But if you loved her for a long time, those feelings probably won't disappear. I think living with what if can be more painful than getting rejected. Even if things don't go the way you hope, at least you know you are honest with your heart. 確かにこれもかなり一理あるな。あれだよね、そんな長いことさ、好きでいたんだったらそう簡単に好きな気持ちは消えないし、もし告白してればっていう、なんかもしああしてればみたいな後悔とともにずっと過ごすのって確かに振られるよりきついかもしれないね。それに振られたとしても、いやでも私は自分の心に正直になって言ったんだっていう、達成感というか、心残りはないっていうのは自分の中で残るもんね。難しいな、どっちもそうだと思う。そうだよね、やらずに後悔というか、確かにやらずに後悔するぐらいならやった後悔の方がいいだろうし、けど振られたらなんか関係性壊したくないとかもあるし、ただね、私昔ストレートだったから、当時の自分を思い出して考えてみるんだけど、例えばめっちゃ仲いい親友に告白されたとして、その付き合うか付き合わないかは、ちょっと関係性とかその時のなんか、なんていうんだろう、自分の恋愛モチベ次第だから、男女関係なくうまくいくかどうかは分かんないけど、少なくともその親友になるような関係性のそんな大事な子に告白されて、なんか嫌だなとは私全然思わないかも。なんかその断ってしまうとしたら申し訳ないけど、でもだからといって嫌だとは私からなることはないな。なんか友達に戻っていいんだったら戻りたいし、ただなんかそれが逆に残酷なのかなとか迷うところはあると思うけど、そんな仲いい子に告白されて嫌はないな、私はって思うと、相手がその女の子と付き合うこと自体にめちゃくちゃ抵抗がある子じゃなければ、なんか相手に恋人ができるの黙って見てるぐらいならと思うなら、告白するっていうのもいいんじゃないかなと思う。最後私からの意見です。台湾語回答さきちゃんの台湾語回答、でもちょっと自信がないのでシャドーイングでシャドーイング新しいちょっと2人でシャドーイングします。意味不明だね。はい、如果如果有人觉得聞こえないよ。不如勇敢告诉他我喜欢我，就是告白的时机了。あ、誰も聞こえんわ。出直してきます。出直してきます。ちょっと今回はさくちゃんに台湾語担当を任せてみたんですけど、ごめんなさい。シャドーイング桜だっちょたね。っとできなかった。これは、誰かに取られてしまうぐらいなら、自分の気持ちを伝えようって思えたら、その時が告白するタイミングなんじゃないかなと思います。そうだよね。確かに。はい、皆さん言われてたような意見ですけど、なんかあれだよね。なんだってそうだけどさ、メリットがデメリットを上回ったらだよね。ってなわけでこんな感じです。閉めてくれたの？今閉まったよ。
これでしまった。そうなんだ。これ、うん、飲み会いいよ。これはジャパニーズスタイルジャなので、パニーズスタイルなんだ。はい、このたくさんのご意見をぜひ参考にしてみてください。頑張ってください。結構いろんな国の方がなんかバランスよく見てくれてる感じがするので、なんかでも質問とか見てて思ったんだけどさ、世界は一つやね。そうみんな国は違えど悩んでることは一緒なんだなっていう、ね、同じだったね。なんかすごいやっぱ恋バナは世界をつなぐなって思う。そうなの。つながった。つながったよね。皆さんの幸せを願っています。心から願ってこの動画の締めとさせていただきます。はい。なんか硬いな。ということで今日の動画も長かったと思うんですけど、全部見てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それでは次の動画までバイバイ。バイバイ。